時を超えて生まれ変わった機体 GNT0000 ダブルオークアンタ&クアンタフルセイバー。量子の複数形クアンタから名が付けられた機体 GNT0000 ダブルオークアンタは2010年に公開された劇場版機動戦士ガンダム 00 アウェイキニング・オブ・ザ・トレイルブレイザーにおいて主人公刹那 F セイエイが登場した機体です。00ライザーの後継機である本機は純粋種のイノベーターとして覚醒した刹那に対応したイノベーター専用機として開発されました。新たに開発されたクアンタムシステムとクアンタムバーストが搭載されており、00ライザーのトランザムバースト以上の意識共有領域を形成することで戦いを止めさせるための機体として地球圏に襲来したエルスと対峙することになります。今回はそんなダブルオークアンタについて解説させていただきます。俺は戦う、生きるために。イノベーターを語るリボンズ・アルマークとの決戦の後、独立治安維持部隊アローズが解体され再編された地球連邦による融和政策の下で世界は平和へ向けて動き始めましたが、まだ戦争の火種はくすぶっていました。そのためソレスタルビーイングは世界の抑止力として存在しながら、連邦政府では対処が難しい小さな問題を解決するために秘密裏に行動していました。そこでソレスタルビーイングではリボンズとの決戦で大破した第4世代ガンダムに代わる第5世代機と呼ばれる新たなガンダムを設計していきます。この中で真のイノベーターとして覚醒した刹那の専用機として用意されたのがダブルオークアンタとなります。第4世代のガンダムはワン・リューミンの支援を受けて開発していましたが、リボンズとの決戦によりその支援は失われ、ソレスタルビーイングも疲弊していました。そこでティエリアが独自開発したラファエルガンダムを除いた3機はイアン・バスティが直系の第4世代機から設計やパーツを流用して開発していきました。しかしサバーニャやハルートは以前の機体からも使える部品を流用しましたが、ダブルオークアンタだけはイノベーターとして覚醒した刹那に対応するために00ガンダムから基本フレームなどの一部データを引き継いでいるものの、それ以外は新規で開発が行われています。さらにダブルオークアンタは00ライザー同様2機の GN ドライブを持ちます。00ライザーに搭載されていたガンダムエクシアとオーガンダム由来の2機の GN ドライブは刹那とリボンズの最終決戦で両方が失われたため木製で新たに作られました。なお00ガンダムは2機の GN ドライブを同調させるツインドライブシステムとしての運用が不安定で、完全な制御にはオーライザーが必要という欠点がありましたが、ダブルオークアンタの対応路は最初からツインドライブシステムの稼働を想定して新造されているため、起動開始時からすでに安定稼働領域に達していました。なお対応路の搭載位置は本体背中と左肩側にアームを通して接続された GN シールドの内部となっています。GN シールドを背中に移動させて2機の対応路を直結させると同調を強めることが可能ですが、対応路の制御が難しくなるため普段は直結させていません。またこの配置変更に伴い00ガンダムはコックピットの位置が胸部だったのが、ダブルオークアンタはエクシア同様腹部へ戻っています。また00ライザーではトランザム中にのみ副次的な現象として起きていた量子テレポートをダブルオークアンタは任意で実行可能です。このように新たな GN ドライブを搭載したダブルオークアンタには刹那の純粋種としての能力に反応する特殊システムクアンタムシステムを用います。これは00ライザーのトランザムバーストをはるかに上回る高濃度粒子領域を展開するクアンタムバーストが可能で、これによって人々の意識共有と相互理解をより強く促し、最終的には戦いそのものを止めさせるという刹那自身の思いを体現したシステムとなっています。クアンタムバースト発動時には GN シールドを背中に引き込んで2機の対応路を直結させた上で全身の装甲をパージして各部の GN コンデンサーを露出させることで貯蔵された全粒子を解放し高濃度粒子領域を展開します。なおメタルビルド版ダブルオークアンタではオリジナルギミックとして外部装甲をパージせずにフルオープンするクアンタムバーストタイプレギュラーが新たに設定されています。クアンタムバーストは装甲パージを行うため元に戻ることはできない使い切りの機能ですが、タイプレギュラーであれば再び戦闘に戻ることが可能というメリットがあります。しかしその分高濃度領域が弱まるようで、確実にクアンタムバーストを機能させるために本編内では使われなかったという設定を持ちます。クアンタムバースト。このように
ダブルオークアンタは戦闘よりも対話を重視した機体ですが、実際は新規武装を多数追加したことで射撃戦と格闘戦の双方をこなす機体として完成しており、総合戦闘力はダブルオーライザーを大きく上回ります。そんな本機は武装としてはまずセツナのガンダムに積極的に採用されてきた GN ソードの最新型である GN ソード5を持ちます。これは剣としての機能に加え、ライフルモードに変形させて射撃兵器として使用することも可能です。 GN ドライブの1機が内蔵された GN シールドは防御として使われるだけではなく、迎撃に適した小型の GN ビームガンを内装しています。太陽炉に隣接した兵装のため、劇中では牽制用どころか非常に高い威力を見せています。さらに GN ソードビットのキャリアにもなっていて、形状と大きさの異なる A、B、C の3種のビットが各2機ずつ計6機搭載されています。 GN ソードビットはダブルオーライザーが装備する GN ソード5と同素材の刃になっており、内蔵する太陽炉から粒子を急速充填して使用されます。劇中では使用する描写はありませんでしたが、各ビットに手持ち用のグリップが格納されているので、 A ビットと B ビットを連結させて1本の長剣として使用することも可能です。また全ビットを円環状に配置して任意の範囲に GN フィールドを展開することで防御兵装として使用することが可能で、直接ビット自体が攻撃を受けないため撃墜されるリスクが低くなっています。またこれは量子テレポート時には次元ゲート形成の役割を担っています。さらに GN ソード5の頭身に GN ソードビットを合体させることで、大型の剣であるバスターソードや大出力のバスターライフルとして運用することも可能となっています。劇中ではエルスが出現した際、本機はまだ最終組み立ての最中でした。そのためセツナとエルスのファーストコンタクトには間に合わず、完成は大型エルスが地球に迫る最終決戦直前まで待たれることになります。エルスと初めて接触した際、セツナはダブルオーライザーのトランザムバーストでエルスとの意識共有を試みたものの、エルスから送られてきた膨大な情報を受け止めきれず、脳にダメージを負って意識不明に陥ってしまいました。そこでエルスから来る情報をティエリアとリンクしたベーダが処理し、セツナはエルスの思いだけを受け取れるようにとティエリアが発案し、本機コックピット後方にベーダの小型ターミナルユニットが取り付けられました。こうして意識を回復したセツナはダブルオークアンタに登場し、ティエリアと共にエルスとの最終決戦に出撃しました。その圧倒的な性能と仲間たちの援護によって進路を阻む無数のエルスを退け、対話のために大型エルスの元へと向かいました。大型エルス内部に侵入する際はライザーソードで表面を切り裂き、侵入口を開こうとするものの開ききれずにいたところをブレイブ・オカル・グラハム・エーカーの特攻によって侵入口を確保することに成功しました。その後対話を望んだエルスに迎え入れられた大型エルス中枢部にてフルパワーでクアンタムバーストを発動し、イオリアの予期した来るべき対話を果たします。そして対話を通してエルスの背景と彼らの真意を知ったセツナとティエリアはクアンタの武装を放棄し、エルスとの相互理解を果たすべく量子ワープでエルスの母星へと旅立つのでした。示さなければならない、世界はこんなにも簡単だということを。セツナがエルスの母星へと赴いた後、人類は争いをやめませんでした。数が増えるイノベーターを拒絶する旧人類軍やエルスは排除すべきと掲げるヒューマレストといった勢力が争っており、セツナの導きでエルスと融合して復活し、ガンダムマイスターとなったグラハム・エーカーを含めたソレスタルビーイングやソレスタルビーイングのサポート組織フェレシュテなどが戦いを繰り広げています。そしてセツナがエルスの母星へ旅立って50年後、全人類の4割がイノベーターとなった地球圏エルスクアンタに登場したセツナが帰還しました。劇場版ラストで登場したダブルオークアンタはエルスとの融合によってその姿を変異させていました。クアンタムバーストによって失った装甲部はエルスとの融合を経て丸みを帯びたシルエットへと再構築されています。また背部にはエルスとは異なる異星体が融合したとされる触手のような8枚の翼状のパーツを備えており、これは自在に変化するとされています。劇中ではワンカット登場したのみで能力などの詳細は不明のままですが、ゲーム G ジェネレーションクロスレイズ参戦にあたってデザイナーの海老川氏がデザインした武装が設定され、
新たに戦闘モーションが監修されました。武装としては GN ソードがベースの2種類の実体験やソードビットがベースのビット兵装が描写されていて、それぞれエルスが変化して形成されています。その他にクアンタムバーストやプランザムの使用も可能とされています。お前たちは何者だ？何を求めてここに来た？答えろ！こうして刹那の物語は終わりましたが、ダブルオークアンタにはもう一つの構想がありました。それがダブルオークアンタフルセイバーとなります。これはダブルオークアンタに搭載する新型の太陽炉開発の際に、ダブルオーガンダムのようにツインドライブの同調に不具合が生じた場合の保険として、ウォーライザーのようなツインドライブ安定稼働装置の役割を兼ねて専用武装 GN ソード4フルセイバーを装備するというものです。ダブルオークアンタフルセイバーの GN ドライブはダブルオークアンタ同様、左肩のシールド内と背部に搭載されていますが、背部の GN ドライブはコーン型スラッサーで覆われています。もしダブルオークアンタのツインドライブが安定稼働していなかったら、背部の GN ドライブは右肩の GN ソード4フルセイバーの中に移植されていたのかもしれません。武装としてはダブルオークアンタのものに加え GN ソード4フルセイバーを持ちます。これはメインブレイドユニットとその持ち手であるメイングリップユニット、その間に接続するマルチマウンター、そしてガンモードとしても使用可能な3機の GN ガンブレイドで構成される複合武器であり、これらを組み合わせて様々な運用が可能となります。 GN ガンブレイドは単体で射撃や格闘、投擲に使用されるほか、2機を連結させてツインエッジとしても使用されます。この2機の GN ガンブレイドを取り外した状態がセイバーモードと呼ばれ、等身のメインブレイドユニット単体に専用グリップを装備した形態は GN カタールモードと呼ばれます。 GN ガンブレイドとメインブレイドユニットを組み合わせるとライフルモードとなり、メインブレイドユニットの向きを変えて切っ先を前にすることでワイドカッター粒子ビーム、逆にすることで大出力連射ビームを打ち出すことができます。そして全てを合体させたフルセイバーとしては、全てを組み合わせた基本形態フルセイバーモードと、そこから GN ガンブレイドをガンモードにした GN ランチャーモードがあります。 GN ランチャーモードはいわゆるダブルオークアンタのバスターライフルモードに該当するもので、大出力のビームを発射できます。ただしフルセイバーは大型で取り回しが難しいとされています。ダブルオークアンタフルセイバーはクアンタの太陽炉がそのまま安定稼働に成功した上にエルスの母星へと旅立ったため、実戦で用いられることはありませんでしたが、イアン・バスティの弟子シェリリン・ハイドがレーダを用いて戦闘シミュレーションを実行したところ、本機のみで1週間でエルスを壊滅させるというデータが出力されました。あくまでも刹那の疲労や味方の存在、エルスの増援などを加味していないシミュレーションに過ぎないものの、相当な戦闘力を持っていることが伺えます。余談ですが、ゲームエクストリーム VS シリーズや G ジェネレーションシリーズのようなクロスオーバー作品では、刹那はノリの良いキャラになっているようで、様々なキャラの世界観に合わせて面白い掛け合いが見れるシーンが多くなっていたりします。ぜひ各種キャラとの掛け合いを楽しんでみてはいかがでしょうか。俺のこの手が未来をつかめと輝き叫ぶ。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。